はいどうも、ストックロックです。今日はですね、トリマーのジグ第2弾を作りたいと思っていたんですが、なんと材料が届きませんでしたので、急遽ですね、家にあるもので何か作ろうかなと思ったんですけど、マーキングゲージぐらいだったら作れるかなと思いまして、いろいろと材料を引っ張り出してきました。使う材料なんですけど、18mm のパイン集成材、これもなんかの切れっ端ですね。これを使って作りたいなと思うのと、 M8 の鬼目ナット、これが余ってましたので、僕の嫌いな打ち込みタイプなんですけど、あるんで使ってきます。M8 のステンキャップ、これ何するのに買ったんだろうね。 25mm ステンレス、これちょっと長さ長いんですけど、まあこれでいいだろうと、とりあえずあるもので今日は作りたいということで、あとはガルバの鉄板、これの切れっ端とマーキングゲージなので定規ですね。はい、これで作っていきたいと思います。はい、ということでまずね、大きさを決めてね、この 18mm のパイン集成材、これをカットしていきたいと思います。大きさどうしようね。まあ2枚同じ大きさのものを切り出すんですけど、何センチぐらいが一番使いやすくてかっこいいだろうね。横幅5センチぐらい安易だなすごく安易だけど、こっちは仮に5センチにしよう。5センチだとして、5センチに対して横幅何センチが一番見栄えいいんだろうね。あれなんだっけ、黄金比。黄金比って何対何でしたっけ。よくわかんねえや。7.5、8センチ。なんかその間ぐらいが見た目いいような気がするぞ。なんとなく 7.8 ぐらいにしようか。じゃあ5センチ ×7.8 センチっていう微妙な寸法で作ってみたいと思います。7.8 センチ。うわ、測りづれ。7.8 センチ。なんか木目が綺麗じゃねえな。まあいいか。で、今回ですね、ちっちゃいものをカットするんで、なかなかね、丸ノコでカットするって難しいと思うんですけど、この同じ板が余ってましたので、まあ、これをうまく使ってちっちゃいものをカットしていこうと思います。で、必ず、90度出てるかだけ確認してください。はい、出てるんで、こっちのね、もちろん今使うこの端材の方も90度出てるかちゃんとしっかりね、確認してから使うといいと思います。じゃあこの基準の板に板を固定します。よいしょ。なんか適当にも程があるな。なんで動かないかな。よし。じゃあこれを貼ります。これで基準の動かない板ができたので、まあこれにね合わせて定規当ててカットするって感じですね。よし。ほい。とね、こんな感じで両面テープでいろんな箇所を固定してあげてね、丸ノコで切るっていうのが、一番安全に切れるんじゃないかなって思います。本当はそういうジグがあればいいですけど。よし、ではカットしていきます。よし。はい、こんな風に綺麗に縦割りができます。両面テープをうまく使ってね、カットしてあげれば縦割りも可能になるので、こんな感じのカット方法でいいんじゃないかなと思います。で、これ今1列5センチ幅で切ってあげたので、次はね、こっちに当てて、ちょっと見やすいようにこうやりますか。こう当てて出す幅で切ってあげれば、ここでですね、ピッと、はい、出してピッと切ってあげれば完了という形ですね。細かいカットするときは両面テープをうまく使いましょうっていう話です。両面テープいっぱい使っちゃうっていうのはあるけど、別にジグなくてもこの定規さえあればカットできちゃうですできちゃうですって7.8 か。よし、行こう。よし、ぴったり。
ぴったり2枚ですねカットできました。どうなんでしょうね、見た目もうちょっと横長の方がいいのかな。いや、こうやって1枚で見るといいような気がするんだけど、これ重なることを想像するとなんとなくバランス悪いような。もうちょっと横幅広くてもいい？ちょっと長いパターンも作ってみようか、せっかくだから。何センチ？ 8.5、8.5 で。もっと長いの2種類作ればいいのか、思い切って。短いのと長いの。8.5 じゃなくて、じゃあ14。長すぎ？じゃあやってみよう。ちょいとギリギリだが、やってみよう。はい、できました。こっちはね14センチ140で切ってみました。ちょっとね2パターン作ってみようかなと思います。どっちがいいかわかんないんで、短い方と長い方。次はですね、この定規が入るように、ちょっと削っていきたいと思います。これにねヤスリを貼り付けて、あと両面テープで固定して、両サイドガイドを作って、それに合わせてこう削っていくと。よし、これにガイドをつけていきます。ちょっと高さ違うの微妙だな。これどうだ？ちょっと低いが、まあいいか。よし、これでいこう。よし、こんなもんかな。よし、 OK。 じゃあこれで定規分削っていきたいと思います。ちょっとその前に悪い癖が出てる。また荒れてきた。何が何だかわからん。よし、OK。 次はこっちだね。そうだ、1個目やっちゃって今更やり方なんですけど、まずこの削りたいやつセンターを出してしまって、この側面のラインとこの定規の真ん中にね印をつけておいて、これを合わせて、でスコヤを当てて90度を測った状態で横のガイドを両面テープで貼り付けてます。で片方貼り付けちゃえば、あとはこれを挟めて、でこっちも両面テープでスコヤで90度見て合わせて貼り付けると。そしたらちょうど振り分けできると思います。あとは本当削るだけ。削るのもそんなに時間がかからないので、僕40番手で削ってるんですけど、1分かかったかな。今かかったか、1分はさすがに。ちょっと次測ってみますね。貼って90度合わせて、でこっちも90度見て、まあ上が合ってれば下合ってると思うけど、一応ね、OK で貼ると。こっちはもう片面腹さったので、切った材を挟み込んで、あとは90度見て貼るだけですね。これで勝手に同じ幅になるはず。OK。 ではまたこれで削っていきたいと思います。はい、今測りますよ。よし、今1分削りましたね。削った後にこの端っこで確認するといいと思います。いい感じだけど、もうちょいかな。あとちょっと、もうちょい。OK。はい、何分3分かかってるじゃん。結構確認とかしつつだと3分かかってましたね。でもそれぐらいで削れます。もう剥がしちゃおう。よいしょ。めちゃくちゃ定規が厚くなってます。一度ですね、この段階でちゃんとはまるかどうか確認しましょう。こうなるわけなんで、大丈夫ですね。長い方合格。両方大丈夫です。 OK。 はい、ということでね、次こっち側の逆側の加工ですね。この出した位置で止めれるようにしたいので、ここにですね穴を開けて、で裏側に鉄板を押し込んで、で折り目ナットを入れて、今回はステンキャップで留めていこうかなと思ってます。これがちょうどありましたんで。でこれちょっとね、ただね 25mm なんで長さが長いと思うんですよ。ちょっと飛び出ちゃうんですけど、とりあえずこれでやってみます。買いに行くのがめんどくさい。とりあえずあるもので作りたいっていう。で折り目ナットもちょうど M8 のありましたんで、これを埋め込んでいきたいと思います。
何も加工してない方の真ん中に穴を開けていきたいと思います。まずセンターを出して、よし、はい。 M8 の折り目ナットだから最終的に 10mm かな。参考した穴 9.6 から 10mm、なので 10mm で最終的に開けていきます。よし、では開けていきます。ちょっと線がずれてる。よし、 OK です。で、次は刃を変えて 10mm のドリルの刃で開けていきます。2個目ですね。はい、2つ穴を開けました。はい、これであらかたのパーツは揃いました。穴の開いたちっちゃい方 5cm×7.8 センチっていうのと、こっちが大きい方 5cm×14 センチっていうのを2種類作ってみました。次なんですが、これの上の方、この今穴開けた方ですね、こっちの板のちょうどこの内側にですね、鉄板を入れていきたいと思います。要はステンキャップ、ボルトで締めるんですけれども、この締めた時にね、直接定規に当たってしまいますんで、ネジでねちょっとねやっぱり擦れちゃうんですよね。ちょうどここのメモリに当たるわけなんで、どうしても擦れちゃいますということで、中に薄い鉄板、これこの間のダクトの時に紹介したガルバリウムの余りがあったんで、これを挟めていこうかなと思ってます。ちっちゃく切ってね。で、この蓋の上の方に、埋め込んでいくんですけど、これがちょうど入るぐらいに、へこましてちっちゃくカットしたものをはめると、そういう作業になります。内側なので、またいつも言うけど、こんなものは精度いりません。見えないし、私そもそもそこまで見た目気にしてる人間でもないので、機能的に使えればいいと思ってるんで、なので適当に埋めていきます。じゃあ実際にくり抜く大きさを決めましょう。何センチぐらいにしようかな。ステンキャップが入るので、要はここにあればいい話なんですよね。よし、幅が 1.4 ぐらいの線になったので、 1.3 センチぐらいでこの鉄板をカットします。よし、 1.3 センチ幅に線を引いたので、これの通りにカットしていきます。はい。で、これ半分ずつでいいかなっていう気がするので、これを半分にカットします。9センチぐらいあるので 4.5 ぐらい、9センチねえな、 8.8 ぐらい、 4.4 かな。よし、はい、ということで適当に2枚作りました。これをちょうどこの今穴のね、この部分ちょっとへこまして貼り付けていきたいと思います。片方しか貼らなくていいと思うんで、こっちを貼って、こっちはネジに沿って押されるような感じでいいんじゃないかなと思いますんで。よし、今これカットした鉄板をあてがって線を改めて引きました。これに沿ってのみで削っていきます。よし、ということで2枚できました。はい、こんな感じではまるようにのみで削っていただければいいと思います。で、ちょっとポイントというか、これちょっと私の気持ち的な問題なんですけど、鉄板の四隅ちょっとね内側に曲げてます。わかりますかね。若干なんとなく外に向いてると定規の方を傷つけちゃう恐れがあるので、こっちの内側にねちょっと入るような感じ、こっち側からボルトで押してあげる形になるので、こっちのなんていうんですかね、上側、これ上乗っかりますから、上側のこの木の方にちょっと角を曲げてあげるといいのかなと思って若干曲げました、両方とも。で、この状態で片方だけに接着つけて留めます。その後先ほど作ったこの定規の削った方ですね、これをドッキングさせると、そういった形にしたいと思います。それでこれちょっと注意なんですけど、これの長さね、この鉄板の長さ、定規の作った溝の幅より短いと
巻き込まれてね引っかかっちゃう場合あるんで、これ必ずこの幅よりは鉄板の長さ長くしてください。よし、じゃあここまで準備が整ったので、ボルトがくっつく方に、鬼目ナットを埋め込んでいきたいと思います。で鬼目ナットは M8、16mm があったので、これがちょうどいいかなと思ってこれを使っていきたいと思います。ただね、僕回すやつが好きなんですけど、これね打ち込むやつなんですよ。あんまり好きじゃない。表側からバチバチと打ち込んでいきたいと思います。なんか当て木がいるね。OK、はい、こんな感じです。なんかさ、打つだけって信用できない気がするんですよね、僕は。だからね、回したいんですけど、いつも使ってるようなタイプでなかったので、これでやります。ぜひ日頃の恨みをぶつけてください。はい、OK。よし、ということで鬼目ナットを取り付けましたので、これに先ほど作った鉄板を貼り付けていきたいと思います。このねスコッチのね強力接着剤、金属木材くっつけれるやつ、これ使っていきたいと思います。はい、ちょっと放置します。もういいかな。あ、OK、くっついてますね。OK。はい、次はこれ自体をドッキング貼り合わせていきたいと思います。塗りすぎていく。よし、このままクランプで挟めた状態で固定してちょっと時間置きたいと思います。はい、そろそろ OK だと思うんでクランプを外していきます。よし、はい、 OK できましたね。なんかもっと綺麗な材料で作ればよかったな。傷がまあ味が出てていいでしょう。でこの時点でもう一度これがはまるのかどうか。よし OK、 じゃあ OK、 合格。よし、こっちも OK ですね。はい、でちょっと軽くやってみましょう。 OK、 がっちり止まりますね。やっぱりねステンボルトこれ長いね。ステンキャップかなり余る。まあでも出っ張ってた方が回しやすいかなっていうのはあるんで、まあとりあえずはよしとしましょう。あ、そうだ、もう一個ね発見したのあるんですよ。ボンドが接着するのを待ってる間になんかないかなと思って、そしたらこんなの見っけました。なんか家具用のアジャスター、これも M8 サイズだったんではまるのではと思ったんですね。よいしょ。こっちの方がサイズ的に収まりがいいっすね。はい、でもなんかダセえなんかダサい気がする。まあいいや。はい、じゃあとりあえずここまでできましたので、これ一応4点、下穴開けてビス止めして、あとここね一応平面出しで最後削ってこうかなと思ってます。まあもう平面出てるけど結構、まあ一応ねちょっと段差があるこのサイドとかね、そこの平面出しをしてで塗装して終わりにしようかなということで、まず下穴を開けてビス止めしていきたいと思います。でせっかくなんでこれを使ってみようかな。場所はこのぐらいにしましょうか。1センチ1ミリの位置で今合わせましたので、まあ使い方も兼ねて2つ作ってよかったねってやつですね。まあこれを合わせてピッと、こっちも合わせてピッ。はい、
こんな感じで4箇所。よいしょ。じゃあ8ミリぐらいにしようかな。こんぐらい。よし、はい。これで両方マーキングできましたので、ここに下穴を開けていきたいと思います。よし、 OK。使おうと思ってるネジの頭サイズが9ミリ。頭が埋まるようにね、次9ミリの穴をちょこっとだけ開けていきたいと思います。はい、こんな感じです。9ミリって言ったんですけど、8ミリでやりました。8ミリで入りそうだったので、これを打ち込んでいきます。よし、こんな感じで止まりました。こっちはこれであと削って塗装して完成ですね。でもう一個の方なんですけど、こっちはちょっとね違うビスを使ってみようかななんて思ってます。色を変えてみたいと。よし、はい、こっちも完成ですね。こっちはちょっと金色っぽいビスを使ってみました。最後の仕上げとして、さっきの切れっ端のヤスリを使って平面出しをして整えてってことですね。表面を整えて、それで最後に塗装をして終わりにしたいと思います。よし、じゃあここで削ります。はい、ということでヤスリかけてね面取りまで行ったんですけど、実はカメラの充電が切れちゃいまして充電してる間にね面取りをしました。珍しく今回は全部手でやってみました。というのは時間が空いてしまったので、はい、こんな感じです。このなんていうんですかね、手でやった感がまたいいのかなと思って、こっちもなのでちっちゃい方も大きい方も面の取り方ちょっと違いますね。触った時に痛くないような感じで面取りしました。で最後に塗装ですね。これも剥がしていきます。あんまりくっついてなかったなすでに。でまたこの汚ね塗装セットでいつもの塗料を塗ったくっていきたいと思います。全部塗っちゃいましょう。このままハケが固まってるいいんじゃないですか、この武骨な感じが。いいんじゃないですかね。はい、ちっちゃい方。よし、はい、どうすかね。こんな感じで、こっちがビス黒バージョン。なかなかいい味が出てるんじゃないですかね。ちっちゃい方がビスが金色、真鍮色っぽい。真鍮じゃないんだけどねこのビスで、そのまま塗っちゃったんでちょっと黒っぽくなっちゃってるかも。はい、ということで2つ完成しました。めちゃくちゃテーブルと一体化しとる。でまたここからが問題ではないんですけど、どれが一番かっこいいかという話ですね。例えば金色ちっちゃい方、これにシルバーのステンキャップ、はい、この状態、もしくは黒のノブ、はい、黒のノブ実用的ではある。どうだろう、どうすかね。これが一つ。大きい方は黒いビスでシルバーのノブ、こうなります。使い勝手はね、このステンキャップとノブと、さほど飛び出てるからかな、飛び出てるから握りやすいのかもしれないけど、さほどそんなに差がないかな。両方使いやすいけど、これに黒のノブなのでビスもノブも全部黒の状態になっちゃう感じかな。これだとどうでしょうね。はい、まとまりがあるといえばあるんだけど、何の面白みもないといえばない。はい、2種類できました。どっちがお好みですかね皆さんは。はい、
この大きいのとちっちゃいのどっち使いやすいんだろうっていうところなんですけど、多分ね変わんないと思います。別にちっちゃいからって安定しないのかというとそうでもないと思いますし、このサイズだって別に安定しないなんてことはないので、これは本当好みかなっていう風に感じますね。どっちでも OK じゃないでしょうかね。最終結果をお伝えしますと、何でもいいと思いますすいません、全然実験にも何にもなんなかったですね。はい、ということでね、今日は2つのマーキングゲージを作っていきました。すごく簡単に作れますんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。特にね工具が必要とかそういうものでもないので、端材ない方はよくホームセンターである端材コーナーなんかで適当なサイズを見つけてきてね、作ってもいいかなと思います。で、いろいろこういうノブで組み合わせたりして楽しめちゃうので、あとは気分に合わせて使っていただければいいのかなと思います。で、ほとんどというかうちにあった廃材で作ったので、もしかしたら材料費出せないかもしれません。そのあたりはご了承願います。ちょっとでもね参考になったとか面白かったっていう方はですね、ぜひぜひチャンネル登録と高評価いただければすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。